スノーフレークの真の姿っていうのを解放していきたいと思います。よろしくお願いします。簡単な自己紹介なんですけれども、私、クラスメソッドの玉井と申します。奈良県出身、今も奈良県に住んでまして、オフィスに出社するときは、クラスメソッドの大阪オフィスに出社しております。主に私がやっている業務は、先ほどのセッションにもあった、ルッカーですとか、タブローですとか、そういった BI ツールの、コンサルティングとか導入支援を主に行ってます。で、BI ツールメインなんですけど、BI ツールとデータウェアハウスって切っても切り離せませんので、そういうつながりもあって、本日、スノーフレークのお話をいたします。で、早速なんですけど、今日先にお話ししないことを言っておきます。本日ですね、スノーフレークがそもそも何なのかっていう詳しい説明とか、操作とか、後ろのアーキテクチャが詳しい説明とかですね、あとスノーフレークいくらかかんのみたいなお話は、本日いたしませんと。スノーフレークが何なのか知りたいっていう方はですね、また後日、このスライドに載せているスノーフレークはじめの一歩っていうですね、ウェビナーの動画が YouTube に上がってますので、そちらの方を見ていただければと思います。じゃあ一体今日何お話しするのっていうところだと思うんですけれども、今日お話しするのはですね、まず、皆さんが知ってるスノーフレークの概要をちょっと一緒におさらいしていきたいと思います。多分皆さんはスノーフレークのことこう思ってるんだろうなっていうところだけ、まず先にお話しします。その後に、今度は皆さんがおそらく知らないであろうっていうスノーフレークの、他の部分についてのお話をしていきたいと思います。この皆さんが知らない部分っていうのが、すなわち、私は真の姿って呼んでるんですけれども、その真の姿を解放しつつですね、解放した時のユースケースみたいなところについても、触れていければなと思っております。はい。じゃあ、まず、皆さんが思う、スノーフレークのちょっとおさらいを簡単にしていきたいと思います。おそらく今セッション見られている方とかですね、多少、どんなもんかなとか調べられたりしていると思うんですけれども、スノーフレークというのは、データウェアハウスですと。で、そのデータウェアハウスは、クラウド上で動いてますと。で、SaaS 型で提供されてますので、ライセンスを買ったらですね、もうアカウントとパスワードが届いて、ウェブブラウザ越しに、すぐに使い始められるっていうデータウェアハウスになっております。で、アーキテクチャもですね、他のデータウェアハウスにはない新しいアーキテクチャとして、データ自体は一つのところにまとめて管理して、そこに対して独立したコンピューティングが、クエリをかけるっていう、右のマルチクラスターシェアードデータっていう、アーキテクチャを採用してますと。先進的な企業がですね、続々導入していると。IPO の資金調達のニュースも話題になりましたけれども、またですね、スノーフレークさんのホームページに、企業の事例いっぱい載ってますので、またよろしければどうぞご確認くださいと。で、ちょっと一個ピックアップなんですけど、先ほどのセッションにも名前が出てきた、BI ツール大手のタブローさんですね。でタブローさんも、当然ながら自社のデータ分析をされているわけなんですけれども、最近ですね、そのタブロー社の中のデータ分析の基盤にスノーフレークを選びましたよっていうニュースを、先月10月にタブローさんが、発表していると。いうのが、ニュースにあったので、ちょっとご紹介いたしました。要するに、スノーフレークを超簡単にまとめると、クラウド型のデータウェアハウスで、データウェアハウスならでは、クラウド型ならではのアーキテクチャを採用してて、もう大手の BI ツールのベンダーまで導入しちゃうぐらい勢いがある。すごいデータウェアハウスだというのが、大体皆さんも思ってるところかなって思うんですけれども、実は、これはスノーフレークのほんの一面に過ぎないんですね。で、これからですね、そのスノーフレークのデータウェアハウス以外の真の姿をちょっと解放していきますので、皆さん、お付き合いくださいというところでございます。じゃあ、その真の姿ってどこで見られるんですかって思うと思うんですけれども、これ実はですね、スノーフレークのホームページのもうアクセスしたそのトップページ、スノーフレーク .com のページに実は載ってます。これがスノーフレークの真の姿なんですね。どういうことかっていうと、私が先ほどお話ししたデータウェアハウスだって言ってるのは、この今6つ四角いのが並んでますけど、そのうちの左から3つ目のこのデータウェアハウス、ここのことしか言ってないんですね。実はデータウェアハウス以外にもスノーフレークはあと5つ、隠された面を持っています。隠されたって言ってもホームページにデカデカ載ってるんですけど、皆さんが知らない面があと5つあるので、ちょっと今日はこれをご紹介していきたいと思います。で、左からちょっと順に紹介していきますね。で、まずはデータエンジニアリング。
という面がございます。で、データエンジニアリングで書いてるんですけど、下の英文見てもらうと分かると思うんですけど、データパイプラインって呼んだ方が分かりやすいので、ちょっと今後データパイプラインって呼びますね。じゃあ、データパイプラインっていうのは、データを自動的に定期的に入れ続ける仕組みって思っていただければと思うんですけど、なんでデータパイプラインっていうものが必要なのかっていうところなんですが、データウェアハウスだけを用意しても、データ分析っていうのは、当然始められませんと。その中にデータを入れないと分析って当然できませんよねと。で、最初は CSV とか Excel、またはその自社のデータベースから、データを手動で移して、最初の検証とかは、それでいけると思うんですけど、本格的にデータ分析を進めていくってなると、いちいちですね、日々増えていくデータを手で入れていっては、もうその手で入れる作業の工数がバカになりませんし、どんどんですね、新しいデータを分析したいってなっても、その手作業が終わるまで待たなきゃいけない。要はデータ分析が全然進まないですよね。だから、人の手を離れて、定期的に新しいデータを自動的に入れ続ける仕組みっていうのが、データ分析をする上で必ず必要になってきます。で、実はスノーフレークは、そのデータパイプラインを、他のツールは特になしで、スノーフレークの既存の機能だけで、実現するっていうことができます。で、こちら、スノーフレークの、誰でも登録したら見れるウェビナーのスライドなんですけれども、ここにですね、後で詳しくはご説明するんですけど、スノーフレークにはステージっていう概念がありまして、そこに CSV とか JSON ファイルとかを置けるんですね。で、そこに置いたのをきっかけに、自動的にデータをどんどん取り込んでですね、どんどんテーブルに自動的にロードしていって、で、それを整形してきれいに分析用のテーブルまで、自動的に用意するっていう仕組みを、スノーフレークで作ることができます。で、それを実現する3つの機能が、スノーパイプ、ストリーム、タスクっていう3つの機能がありますので、簡単にご紹介いたします。でまず、スノーパイプなんですけど、イベントドリブンで動く、サーバーレス型のサービス。で、これ、スノーフレークの中にも入ってます。で、これは先ほど言ったステージっていう概念がスノーフレークにあるんですけど、そこにファイルが入ったら、それを検知して、そのデータをもう指定したテーブルに勝手にロードしてくれるっていう機能になってます。だからもうそこのステージにファイルが入ったら、もうここのテーブルにそのファイルをロードしますよっていう、テーブルとしてロードしますよっていうのができるっていうのがスノーパイプになってます。で、次、ストリームっていう機能なんですけど、これは、その指定したテーブルに起こった変更を、別途テーブルみたいな形で記録しておくことができます。何々のデータが更新されたとか、こういうデータが入った、こういうデータが消されたっていうデータを追いかけられる機能になってますと。で、これを使うと、変更があったデータ、要は毎日増え続けるデータの増えたデータだけとかを簡単に特定することができます。で、最後、タスクっていう機能なんですけど、これは皆さんイメージしやすいと思うんですけど、あらかじめですね、定義しておいた、セレクト文とか、インサート文何でもいいんですけれども、データを処理する SQL を用意しておいて、で、そのひとまとめの処理を、定期的に実行させるとか、こっちのタスクが終わったら、今度、こっちのタスクを実行するみたいな、ピタゴラスイッチ的な、実行とかのさせ方ができるっていう機能になってます。で、これとさっき説明したストリームっていうものを組み合わせると、ストリームで変更履歴を追跡して、その変更があったらタスクを動かすとか、変更があった分だけを対象にタスクで処理するとか、そういうふうなことができるんですね。ですので、これでもう、ファイルが来たら、綺麗なテーブルを整形する、タスクを動かすみたいなことで、綺麗なテーブルを自動的に作るっていうことができます。で、もう一回この図を、載せるんですけれども、ちょっといろいろ英語で書いてますけど、ステージにファイルが入ったら、それを検知して、スノーパイプで自動的にまずステージングテーブルにロードしますと。で、変更があるかどうかはストリームで検知して、変更があったら、変更があった分だけをタスクで、ぐりぐりテーブルを整形する SQL を動かして、もう綺麗なテーブルにできると。で、一旦これ設定しちゃうと、もうあとはファイルが入るたびにこれらが全部自動で動くっていうパイプラインがもう作れちゃうっていう風になってます。スノーフレークでデータパイプラインをやるメリットなんですけど、当然ながらインフラないので、インフラの管理をする必要はないですと。で、スノーフレークだけで完結するので、他のサービスはいりませんと。
ですので、構成がシンプルになりますと。で、処理するのは、仮想ウェアハウス、スノーフレークなので、ですので、スケーラビリティもありますと。で、設定も全部、スノーフレークの、SQL の構文でできますので、設定、どういう設定したかも残しておけますし、一旦設定した後はもう放っておけば、これらが全部動くので、データパイプラインが作れると。で、かつ、使った分だけの課金、重量課金ですので、データパイプラインを作る上でのイニシャルコストも不要っていうところが、スノーフレークのデータパイプラインになってます。はい。次が、次の、真の姿、その2がデータレイクになってます。データレイク聞いたことある方も多いかと思いますけど、私のセッションでは一応ですね、生のデータを、一括で管理しておく場所っていうふうに定義しておきますと。なんでデータレイクが今いるのかっていうと、よくビッグデータの 3V、ボリューム、バラエティ、ベロシティと、よく言うんですけれども、これに当てはめて説明ができますと。で最近、もうものすごいデータがいっぱい増えてきてますと。で、いつ使うかわからないんですけど、もしかしたらデータ分析の課題によっては、もう今すぐ使いたいっていう時が出てくると。っていう時のために、いろいろなデータをですね、もうとりあえずそのまんまデータレイクに全部保存しておいて、必要な時にすぐにデータウェアハウスにロードしておけるように全部置いておくというために、ボリュームとベロシティっていうところでまずデータレイクがいると。で、あとはですね、CSV とか Excel だけじゃなくて、最近その JSON とか XML とかですね、半構造化データっていう行と列じゃないデータも非常に増えてきてますと。で、それらのデータももう当然分析しなきゃいけないっていう時に、もうそういった形式にとらわれずに、とりあえず一箇所のところにデータを貯めておいて、いつでもロードできるっていう場所がいるためにデータレイクっていうものがいると。で、もちろんスノーフレークはデータレイクも、スノーフレーク内でいけますよと。で、こちらも、ウェビナーのスライドなんですけれども、ちょっといろいろ書いてますけど、とりあえずこのスノーフレークの中に、一旦ですね、ローデータのまま入れておけますよっていうのが、書いてあったりします。で、あとはですね、後で詳細を説明するんですけど、実はパブリッククラウドのストレージサービスも、使えたりします。で、先ほどから言ってるステージっていう機能がスノーフレークにあるので、少しだけ詳しく説明しますと、データファイルを置いておく場所ってお考えくださいと。で、先ほどデータパイプラインでも言った、ステージ、スノーフレークの中にファイルを置いておける場所を持てるんですけど、それを内部ステージと言いますと。もう一つ、例えば AWS の S3 とか、GCP の Google クラウドストレージみたいなパブリッククラウドの実はストレージを、そのまんまスノーフレークのステージとみなす機能があります。これが外部ステージって言います。ですから、結構アプリケーションのデータとかを S3 に定期的に吐き出していますっていうアプリケーションがあるっていうケース多いと思うんですけど、もうそういった時はですね、スノーフレークの中のステージとかを新しく作るのもいいんですけど、もうその S3 を外部ステージを見なしておけば、もうそこから、簡単にロードとか、さっき言ったスノーパイプの機能で自動的なロードとかがもうできちゃうというふうになってます。で、スノーフレークでデータレイクをやるメリット、ほとんど似てるんですけど、まず当然インフラの管理がいらないっていうのと、スノーフレークに全部のデータを一箇所に集約できる。で、また後で詳しく言うんですけど、JSON ファイルみたいな半構造化データをスノーフレークは、そのまんま、テーブルに入れて、そのまんま SQL かけることができるので、非常にデータレイクに JSON とか他の半構造化データを入れるのにも向いてますよと、なってますと。半構造化データそのまま使えるっていうのは、ちょっと細かい説明はしないですけど、このスクリーンショットみたいに、もう JSON ファイルをそのまんまカラムの中にぶち込めるんですね。でこれを、SQL で、このスライドみたいに展開してですね、さらに SQL だけで最終的にこのスライドみたいに行列に変換できちゃうので、こういったクエリをですね、データパイプラインで説明したタスクとかで定義しておけば、入ってきた JSON をそのまま入れて、タスクでこうやって展開させれるっていうことがもうできちゃうと。多分 JSON が S3 に定期的に来るのをもうそのまんまテーブル、綺麗なテーブルに自動的にし続けられるっていうのがスノーフレークだけでできます。で、こちらですね、スノーフレークのパートナーの、一つのインターワークスっていう会社さんの、事例なんですけれども、風力発電にセンサーを取り付けている会社があって、そこのセンサーのデータがどんどん S3 に入ってくるっていう環境があったときに、
もう先ほど私が言ったように、そこにスノーパイプを仕掛けたりですね、あとは別の S3 には直接タスクを設定して、直接 S3 に置いてあるファイルをロードするみたいなのを定期的に仕掛けておいて、もう風力発電の IoT のデータをもう自動的にきれいなテーブル、要はすぐに分析できるテーブルにし続ける仕組みを作りましたと。1日180万件新しくデータが来るっていう、そのデータを整形する環境をもうほぼほぼ管理ゼロで構築したっていうユースケースがございますというのがデータレイクでした。で次が、データサイエンスですね。データサイエンス、要するに、機械学習ですよね。結構もう機械学習をこうやってみたいっていう、会社さん、いっぱいいらっしゃると思うんですけど、データパイプラインとかデータレイク、データウェアハウスと整えてきて、データが溜まってきたら、それをどんどん活用していきたいと思うと思います。そういった時に、活用の方法の一番よく上がるものの一つとして、機械学習っていうのがございますと。で、ここまで言うと、じゃあ、スノーフレークって、機械学習をやる機能も備わってるんだって、ちょっと思っちゃうかもしれないんですけど、ちょっとごめんなさいと。スノーフレーク自体に機械学習を行う機能はないんですよね。じゃあ、どうすんねんっていう話なんですけれども、その機能はない代わりに、機械学習が得意なサービスと、柔軟に連携する、仕組みが備わっております。ちょっとスノーフレーク単体ではないんですけれども、機械学習って結構専門的な機能ですので、もうそういう専門的なものは専門的なサービスに任せて、そこと簡単に連携させましょうっていう思想になってます。で、そのうちの一例として、Amazon 政治メーカーとの連携があります。で、ちょっとこちらの概要図、いろいろ書いてあって分かりづらいかもしれないんですけど、政治メーカーのノートブックから直接スノーフレークのデータを引っ張ってきて学習させて、それで作ったモデルのエンドポイントをスノーフレークから直接叩くというようなことができちゃいます。もうちょっと詳しく言うと、最初ですね、いろいろなデータをこう集めて、学習してモデルを、開発していく必要がありますと、機械学習の時に。で、政治メーカー、ノートブック、Jupyter ノートブック立ち上げれますので、そこ立ち上げますと。で、ノートブックなんで、Python で書いてモデルを開発していくんですけれども、その時に、実は Snowflake って Python 用のコネクタ、SDK 的なものが用意されてるんですけど、そこでですね、スノーフレークから直接データ取ってきて、そのまんま Python 側の Pandas のデータフレームに入れられるんですよね。ですので、データをいちいちスノーフレークからこう何らかの形で出して移さなくても、もう政治メーカーのノートブックのインスタンスから Python 越しに直接データ持ってこれるんですよね。だから大量のデータ一気に持ってきて、その上で学習させられるっていうことができると。じゃあ、学習させて、モデルができましたと。できたモデルは、新しいデータをそのモデルに投げて、推論結果を取得したいですというときに、じゃあ今度どうするかっていうと、スノーフレークには、外部関数っていう機能があります。で外部関数をめちゃめちゃざっくり言うと、AWS の API ゲートウェイをスノーフレークから SQL の関数と同じ書き方で叩けるっていう機能なんですよね。ですので、その API ゲートウェイの裏側に、ラムダ用意しておいて、ラムダ関数の内容を政治メーカーのエンドポイントにデータ投げて、返ってきた推論結果を返すっていう簡単な関数を仕込んでおけば、最終的に、スノーフレークからもう普通のですね、アベレージ関数とかサム関数みたいな感じで、もう政治メーカーのモデルを利用できる。小さいんですけど、ここの隠れちゃってますけど、この政治メーカー RCF カッコバリュー、これがもう政治メーカーのエンドポイントを叩く関数にしちゃってますと。これをやるだけで、スノーフレーク上で、投げたデータの結果が得られると。で、これも SQL の形でテーブルで出力できるので、これをビューなりテーブルなりにして BI ツールで機械学習の結果を可視化するっていうこともできちゃいますというふうになってます。ただ、政治メーカーってそもそもデータサイエンティストの方が使うのが想定されているというところもあるので、そもそも政治メーカー使える人いませんよと。全然そのモデルのハイパーパラメータとかがわかるような人間がうちにはいないっていう方もいらっしゃるかと思います。そういう方はですね、ちょっとお金はかかっちゃうんですけど、別の方法がありまして、
スノーフレーク、これスノーフレークの本物の画面なんですけど、ネイティブでですね、データロボットと連携できる、機能が備わってますと。データロボットを、導入している前提にはなっちゃうんですけど、スノーフレークからですね、GUI で、マウスポチポチするだけで、もうスノーフレークのデータをデータロボットに投げて、機械学習を行わさせて、結果を直接スノーフレークに返すっていうようなこともできます。はい。政治メーカーを使うにしろ、データロボットと連携するにしろ、スノーフレークと直接機械学習のサービスを連携するメリットっていうのは、当然スノーフレークに集めたデータをそのまま活用できるっていうのが一つあります。もう一つは、スノーフレークってコンピューティングを独立させられる。仮想ウェアハウスをいくつも作れるので、機械学習専用の仮想ウェアハウスを用意しておけば、機械学習ですね、すごい大量のデータを、例えば先ほどの Python 上から一気に引っ張るときに、すごい仮想ウェアハウス動くと思うんですけど、その時に、他の、もしデータベースとかでしたら、ちょっと他にもこのデータベース ETL 処理とか、BI ツールとかが、データをつついてて、ちょっと今負荷かけたら迷惑かかるかなとか、そういうことを思ったりするんですけど、スノーフレークは仮想ウェアハウスをですね、機械学習専用に分けておけば、仮想ウェアハウス別に分かれてたら、一切競合しませんので、気兼ねなくですね、機械学習のために仮想ウェアハウス、スノーフレークを動かせると。もちろんですね、仮想ウェアハウス自体がスケールアップダウンとかできますので、ちょっと遅かったら機械学習の仮想ウェアハウスだけスケールアップダウンすればいい。そういうメリットもあります。っていうのがデータサイエンスでした。で、次がデータアプリケーション。で、データアプリケーションって何やって話なんですけど、データが溜まってきたら活用したいっていうのは機械学習のお話と一緒なんですけど、もう機械学習だけじゃなくて、スノーフレークのデータをそのまま使ったアプリケーションも、開発できますよっていうところが、特徴の一つになってますと。で、アプリケーションといってもいろいろありますよねと。どういうのがありますかっていうお話なんですけれども、実はですね、デモが GitHub にありまして、これ iOS アプリのデモなんですけど、もうアプリのコードからスノーフレーク上の SQL まで全部ありますので、もし時間があったら試してみてくださいっていうか、クラスメソッドなんだからブログに書けって言われそうなんですけど、時間があったらちょっとやってみたいなって思うんですけど、これ何やってるかっていうと、Apple Watch からですね、その Apple Watch が取得した自分の健康状態を、JSON で、ラムダを通して S3 にこう上げるっていうアプリなんですよね。で、その S3 は私が先ほどお話しした外部ステージになってて、スノーパイプでつなげてます、スノーフレークに。だから、Apple Watch からデータを送ったら、もうそれは、このパイプラインを通って、自動的にスノーフレーク上の綺麗なテーブルにも勝手になるっていう仕組みにできます。で、その綺麗に成形されたテーブルをですね、この一番右側ですよね。データサイエンスは先ほどお話ししましたけど、他にも Web アプリから、参照して、いろいろな可視化とか、さらにそれを使ったアプリとか処理を作れるっていう風になってます。で、詳しくは公式ドキュメントに書いてあるんですけど、Python 用のコネクタがあるっていうのは、私先ほども言ったんですけど、他にも Node.js とか .NET とか、あと Go 言語のコネクタが用意されております。ですので、これらのコード上から直接、Snowflake のこのテーブルからセレクト文かけるみたいなことができると。で、取ってきた結果を、取ってきたアプリケーション側でいろいろいじくれるっていう風なことができるようになってます。で、まだコネクタ、細かいところまで、もし、言語によってはできる、できないとかありますので、そういうところは、SnowSQL っていう CLI クライアントがありますので、そちらも使って補っていただくっていうことも、可能になってます。で、さらに、これちょっと毛色が違うんですけど、データウェアハウスって、列指向の、データベースみたいな形になってますので、要はこう、大量のデータを一気に集計するのは早いんですけど、ウェアークとかで特定のレコードを見つけるっていうのは結構苦手だったりします。で、スノーフレークはそこの弱点を補うために、このテーブルはそういうウェアークとかで条件に該当したレコードだけ抜き出すっていうクエリを早くするっていう、ちょっとデータウェアハウス
スじゃないところまでカバーするような機能とかも、あったりします。ですので、アプリで使うようなテーブルとかに検索か最適サービスっていうこの機能をかけておくと、アプリケーション側のパフォーマンスもさらに向上することができます。スノーフレークのデータをそのまま使ったアプリケーション開発のメリットなんですけど、当然スノーフレークのデータをそのまま使えますので、機械学習のお話と一緒ですけど、アプリケーション用のデータベースとかにデータ移行する必要がありませんと。っていうのと、これも機械学習と一緒ですけど、アプリケーション専用のワークロードを個別に用意しておけば、負荷とかを全部別個にできるっていうのと、アプリケーションの用の仮想ウェアハウスのスケールアップダウンができるので、非常に柔軟な、処理の、パフォーマンスの調整ができるっていうところがメリットになってます。っていうのがアプリケーション。で、最後、データのエクスチェンジ。こちら結構新しい概念になっておりますと。データはですね、これはまだまだ、アメリカとかでも始まったばっかりだと思うんですけれども、データはどんどん共有する時代になってきつつあります。例えば、データを安全に渡したいと。CSV とかにエクスポートしてですね、テーブルのデータをメールとかで送るなんていう時代にはもうなってないと。もう怖いですよねと。データを安全に渡したいっていうニーズがあると。で逆にもっといろいろな世界中のデータをですね、簡単に取り入れたいっていうニーズもあったりします。っていうところで、スノーフレークは、スノーフレークそのものにデータを共有する機能があります。3つのデータの共有の機能があるので、それら3つをご紹介しますと。最初が、データシェアなんですけれども、これは、別のスノーフレークアカウントに、そのまんまデータを共有できる機能になってます。このテーブルとか、このビューとか、っていうのを共有できると。で、共有っていう風な設定をすると、共有された方はですね、あたかも自分のスノーフレークにロードしたような感じでもうデータを使えるようになります。リードオンリーなんですけれども、セレクト文とか、各種 SQL がもうすぐに実行可能になります。もちろん、共有元の方のデータに何らかの変更があった場合は、共有先にも当然反映される。ただし、これちょっとアーキテクチャのお話しすると不思議なので、ちょっと今回置いとくんですけれども、データそのものが実は映らないような仕組みになってます。ちょっと、なんでそういうことができるのって思うかもしれないんですけど、データそのものは動かすことなく、独自に他のアカウントに共有するっていう風なことができるっていうのが、スノーフレークのすごい特徴的なデータ共有機能になってます。はい。次が、データマーケットプレイスっていう機能になってます。これはですね、マーケットプレイスっていう名前から想像つきやすいかなって思うんですけど、全スノーフレークユーザーに対してパブリックにデータを公開するっていう機能になってます。で、各社が、こういうデータを公開してますと。で、ちょっと有料とか無料とかはその会社に寄ってきたりするんですけれども、公開しているデータにですね、例えば無料で公開しているデータがあったら、もうスノーフレークの GUI の画面上でポチポチするだけで、自分のスノーフレークの環境にすぐにデータが取り込めるっていう風な機能になっています。例えば、弊社の技術ブログにもあるんですけれども、新型コロナウイルスのデータも公開されてたりして、もう GUI で簡単にポチポチするだけで、コロナウイルスのもう綺麗に整形されたデータがテーブルとして持ってこられるようになってる。でも、共有されたらすぐにセレクト文とかかけて分析等ができるよっていう風な機能になってます。最後がデータエクスチェンジっていう機能があるんですけれども、先ほどのデータマーケットプレイスは、全員にパブリックに公開するんですけれども、これはデータエクスチェンジは、招待したユーザーの間だけで、データマーケットプレイスと同じことができるっていう機能とお考えください。プライベート版、限定された中だけでデータを公開し合うっていう機能になってます。で、これらを使うメリットなんですけど、データがスノーフレークの外に出ないんですね。スノーフレークの、スノーフレークそのものの機能なので、安全ですよっていうところがあります。であと、スノーフレークの中で実際にデータを動かすわけじゃないので、共有までのスピードが、速いっていうのがメリットになってます。これらって、そのデータ共有できるのは分かったんですけど、どういう時に使うのっ
っていう結構新しい概念の機能なので、ユースケースについてちょっと簡単にご紹介するんですけれども、例えば、こう組織の各部署ごとに個別にスノーフレークのアカウントを契約している場合、他の部署のアカウントに直接データをシェアするっていうことが、まあ、ユースケースの一つとして考えられますと。で、あとはデータエクスチェンジだったら、もう会社限定のマーケットプレイスみたいなものを用意して、何々部署のデータですとか、営業部署のデータですみたいなものを限定的に公開し合うっていう使い方が一つあります。でデータマーケットプレイスは、これまだアメリカとかでしか私は確認できてないんですけど、こう、地理とか住所のマスターデータみたいなのもまとめたものが公開されてて、自社データの住所と結合して、綺麗な住所のデータが取ってこれるみたいなことができそうだったりします。であと逆に、これ、うちのデータってもしかして公開したらお金になるんじゃないかっていう、こう逆に自社のデータを、こう商品として公開するっていう考え方も、まあ、一つあると思います。まあ、データを売って新しくビジネスにするっていう、まあ、かなり新しい考え方にも使えるんじゃないかなと思ってます。はい。と、まあ、駆け足でいろいろスノーフレークの真の姿をご紹介してきたんですけれども、まあ、まとめていきますと、スノーフレークはデータウェアハウスだけじゃないと。データウェアハウスはスノーフレークの一面に過ぎないです。そこだけを見るんじゃなくて、他の面もいっぱいあるので、その真の姿をですね、ちゃんと見てですね、データのウェアハウスだけじゃなくて、データのプラットフォームっていうものを、すぐに構築していきましょうというのが本日のまとめになってます。で、私がですね、これを通して実は本当に伝えたかったことっていうのがあるんですけれども、スノーフレークの一面しか見てないとデータウェアハウスしか使えないみたいにですね、人も物事もみんないろいろな面を持ってると思うんですよね。そこを例えば一つの悪い面だけ見て、その人や物事を非難したりとか、逆に一つのいい面だけ見て、あ、この人いい人だなとか、あ、このサービス絶対いいやつだからすぐ契約しようとかですね、こう、甘い言葉についていっちゃうとかですね、まあ、そういったことが起こっちゃうと。そうじゃなくて、人も物事もいろいろな面があるので、そういった面を見ていけば、もっとその人や物事が理解できると思いますし、で、お互いそうやって完璧に理解し合えると、まあ、どんどんですね、人生も豊かになって、まあ、みんな幸せになっていって、最終的に、まあ、世界平和につながるんじゃないかなって、私はこのスライドを作りながら思いました。これが私が最終的に言いたかったことになるので、まあ、皆さんもいろいろな面、一面だけすぐに信じるんじゃなくて、人や物事のいろいろな面を見て、じっくり考えて、まあ、生きていきましょうというところになります。はい。私のセッションは以上です。ありがとうございました。